プラス AI ニュースラボ。さて、今回はですね、BBC のドキュメンタリー編集問題を深掘りしていきます。あなたが共有してくれた資料を読むと、これ単なる編集ミスじゃない。ジャーナリズムの信頼そのものを揺るがすような大事件に発展したと。そうですね。一体 BBC の編集の何が悪かったのか。そして普段から偏向報道が指摘されるトランプ氏側の批判がなぜブーメランにならなかったのか、この構造を解き明かしていきましょう。これは非常に根が深い問題でして、この一件を理解する鍵はですね、二つの全く異なるゲームのルールが衝突している点にあるんですよ。ゲームのルールですか？片方はジャーナリズムが守るべき倫理というルール。で、もう片方は政治闘争における勝利というルールです。BBC がどのルールを破ってトランプ氏側がそれをどう利用したか、この構図が見えると全てがつながってきます。なるほど。では早速その核心に。まず BBC のルール違反とは具体的に何だったんでしょう。問題となったのはドキュメンタリー番組のパノラマですよね。そうです。2021年1月6日のトランプ氏の演説、ここからですね。はい。なんと54分も離れた2つの発言をまるで連続しているかのようにつなぎ合わせてしまったんです。54分も。そうなんです。議事堂へ歩いていこうという呼びかけのその直後に死に物狂いで戦うっていう言葉を接続した。それは。これではトランプ氏が直接的な暴力を扇動したかのような、極めて強い印象を与えてしまいますよね。意図的かどうかは別として、事実の提示方法としては確かに不正確ですね。しかもここが本当に決定的だなと思ったんですが、内部告発で明らかになったのが、その演説の中にあった平和的かつ愛国的に声を上げるように促す、非常に重要な部分。そうです。そこが意図的にカットされていたと。これはもう単なる省略とは言えないですよね。おっしゃる通りです。で、この点において非常に興味深いのは、議論の焦点が、じゃあトランプは本当に暴力を扇動したのかっていう、政治的な解釈から、もっと普遍的な問題へ移ったことなんです。つまり、ジャーナリズムが絶対に守るべき正確性という大原則。これを公共放送である BBC 自らが破ってしまった。なるほど。自ら知約した公平性っていう専門的責任を裏切った。これが判断の誤りとしてトップの辞任につながった最大の理由なんですよ。なるほど。つまり、トランプ氏の言動がどうであれ、審判役であるはずの BBC が不正なジャッジをしたと、そのこと自体が問題になったわけですね。まさに。でも、ここで不思議なことが起きるんですよね。普通に考えれば、日常的に偏向報道をしてると批判されるトランプ氏側が BBC を批判したら、まさにお前が言うなで終わりそうなものです。でも、資料を読むと、今回は全くそうなっていない。むしろトランプ氏側にとって決定的な一打になっている。この違いは一体どこから来るんでしょうか？それが先ほど触れたゲームのルールが根本的に違うからなんですね。そこに戻るわけですか？ BBC は公平中立といういわばボクシングのリングに上がっていて、ルールブックにのっとって戦うことを約束している。今回はそのルールを破るパンチを打ってしまった。と。なるほど。一方でトランプ氏や彼を支持するメディアは、そもそもボクシングをする気がないと、ルール無用のストリートファイトで戦ってるから、お前グローブつけてないじゃないかって言われても全く意に介さない。そういうことですかね？まさにその通りです。だからトランプ氏にとって BBC のミスは彼の主流メディアはフェイクニュースだっていう長年の主張を裏付けるこれ以上ない動かぬ証拠になるわけです。なるほど。10億ドルっていう巨額の訴訟も勝敗そのものより報道機関を萎縮させるための強力な政治的武器として機能するんですね。支持者の心理もそこに連動しているわけですか？彼らの論理は我々の思想は正しいんだからその目的を達成するためなら手段、つまり偏向報道も許されるというものです。だから彼らにとって BBC のミスは敵の嘘が暴かれたっていう輝かしい証拠であり、自分たちの正当性を再確認して結束を固めるための格好の材料になるんです。つまりこういうことでしょうか。 BBC の過ちはジャーナリズムの高度の倫理の違反だった。しかしそれをめぐる論争はそのルールそのものを否定して思想の正しさが全てに優先するっていう全く異なる価値観との衝突を浮き彫りにした。その通りです。そしてこの一件は
あなたに重要な問いを投げかけてるんですよ。誰もが共有できるはずの客観的な事実とか共通のルール、それ自体が信じられなくなった世界で、私たちは一体何を基準に物事を判断し、対話していけばいいのでしょうか。これは単なるメディアの信頼性の話ではなくて、私たちの社会の基盤そのものに関わる問題なんですね。